こんにちは。バッテン七宝焼きです。こちらの動画、じっくりご覧いただくと、ある素敵な変化にお気づきになるかもしれません。身につけた状態では、朝日の輝きはまだ静かに優しく息を潜めています。手に取って太陽の光にかざした瞬間、このネックレスがどう変化するのか。今回は有線抜き七宝焼きの作品と作り方のプロセスの一部をご紹介します。動画は1倍速から3倍速に加速してご紹介しています。長く見続けると疲れてしまいますので、適宜飛ばしながらご覧ください。今回、各工程は手順の2番から動画でご紹介します。1番はこの動画では省略しています。1番の工程を詳しく確認したい方は、YouTube 作成した再生リスト、バッテン七宝焼き有線銀箔七宝の作り方一例で32本の動画を載せています。ナンバー1から17までの動画で詳しく紹介しています。2番は油分を落とした真鍮丸線を作品に載せる動画です。3番は色の釉薬を洗い作品に載せて真鍮丸線を外し調整する動画です。4番は 3M のマスキングテープで朝日と波の型を作る動画です。5番は金色と銀色のマイカ合成雲母を古いを使って振りかけ調整する動画です。6番は特銀用白透け S300。きれいに洗って乾燥させた釉薬を古いを使って振りかけ調整する動画です。7番は作品にヤスリをかけてトップコートを塗り取り付け金具を接着する動画です。それでは本編の手順2番からご覧ください。まず真鍮丸線はきれいに洗って油分を落としています。真鍮丸線直径 0.5mm を4センチ幅に3本切ってまっすぐな線を作ります。実はこの作品は半年ほどかけてずっと試行錯誤し続けてきた思い入れのある作品です。どこに試行錯誤したのかと言いますと、一つ目の理由は有線抜き七宝焼きが初めての挑戦だったことです。二つ目はマイカ合成雲母も初めての挑戦でした。そのため納得のいく仕上がりになるまで何度も試作品を繰り返して作りました。三つ目はこの作品は横から見ると綺麗な楕円の曲線を描いていて、通常の1ミリから2ミリ幅のリボン線ではこの立体的な形を作ることが不可能だったことです。そのため 0.1 ミリのアルミ板を楕円に切ってオリジナルのリボン線を試作してみましたが、作品との間に隙間が生まれてしまい、この作品には不向きでした。結局真鍮の丸線の直径 0.5 ミリと直径 0.3 ミリを組み合わせて作る方法が一番良いと感じました。そして作品を上から見た時には綺麗な直線になるように、どのように線を固定していくのかも試行錯誤し続けました。コストをかけない方法として100均のトランプで隙間を作り、真鍮の丸線をまっすぐに差し込んで固定する方法を実践してみました。
真鍮の丸線の完成です。1ミリから2ミリ幅で等間隔に真鍮の丸線を直線状に差し込んでいます。では、本編の手順3番をご覧ください。前の作品ですでに洗っていて乾燥した釉薬は水で2回ほど洗い、のり水で2回ほど洗います。まだ洗っていない釉薬は器の水が透明になるまで水で洗います。釉薬をかき混ぜて釉薬が沈んだら上水を捨てます。のり水の作り方は 180cc の水に1滴ミラクルグルー化学のりを入れてください。色釉薬を下から順番にのせます。まず、海が空の色を映し出しているところは、薄水透明、極薄水透明、極薄黄透明、極薄桃透明、薄桃透明、桃透明で表現しています。日の出によるマジックアワーは、極薄黄透明、桃透明、薄桃透明、極薄桃透明、極薄黄透明、極薄水透明、薄水透明、水透明、濃い水混透明で表現しています。
極薄水透明と薄水透明を1対1の割合で混ぜた釉薬を作り、間にのせることでグラデーションの移り変わりをより滑らかにします。注意点は、膨張係数が大きく異なる釉薬を2色混ぜてしまうと、焼成した際のひび割れが発生してしまいますので、事前にテストピースを作成して、問題がないかどうかを確認した上で、混ぜた釉薬を使います。私は、このグラデーションのテストピースの作り方を、黒輪染め、エナメル、チュートリアルを YouTube で紹介している有名な先生の動画から学びました。実際に作ってみて、銅一色層の明度を変えてサンドイッチするとグラデーションの移り変わりが滑らかになりやすいと感じました。実際に薄水透明と水透明も1対1の割合で混ぜた釉薬を作り、間に乗せていますし、水透明と濃い水混透明も同様にしています。
少し釉薬が湿っている状態で真鍮丸線を外していきます。真鍮丸線を外すときに針金が釉薬を剥がしてしまうことがあります。その場合は同じ釉薬で補修しながら進めます。のり水を霧吹き用の容器に入れて霧吹きしながら釉薬が湿っている状態を維持します。真鍮丸線を外し終わりました。乾燥を済ませ、炉で燃焼させます。最近、乾燥の仕方について手順を変えるようになりました。湿度が 45% から 55% の間で乾燥させるようにしています。はじめに、炉の温度が0度の状態で、作品を炉の中に入れ電源を入れます。10分で炉の温度が350度から400度くらいになります。そこで作品を炉の上に出します。炉の電源は落とさず、
そのまま炉の上で乾燥させます。25分前後で炉の温度が850度になります。ここで一度電源を切ります。作品は炉の上で乾燥させ続けます。そこから2時間から3時間経過します。炉の温度が0度から100度くらいに戻りますので、繰り返し作品を炉の中に入れ電源を入れます。10分で炉が350度から400度くらいになります。そこで作品を炉の上に出します。炉の電源は落とさず、そのまま炉の上で乾燥させます。17分前後で炉の温度が780度になります。ここで焼成します。要は、完全に乾燥させたいというその一言につきます。780度、目安2分燃焼し、1日除熱させます。私はこの焼成での色釉薬のガラスの発色が一番綺麗だと感じます。焼成は繰り返すと全体的にくすんでしまったり、化学反応で発色が変わってしまうんです。では、本編の手順4番をご覧ください。まず、クッキングシートを切ります。次に、3M のマスキングテープを切ります。粘着が強いので、手をきれいに洗って、手に数回貼り付けて粘着を落とします。クッキングシートに 3M のマスキングテープを貼り、作品全体が隠れるぐらいの適度な大きさに切ります。パソコンでデザインした型紙を切って 3M のマスキングテープに貼っていきます。クラフトパンチや彫刻刀を使って型を切り抜きます。この波の表現も何度も試行錯誤して作りました。
クッキングシートや型紙を 3M のマスキングテープから剥がします。その後、3M のマスキングテープを作品に貼ります。3M のマスキングテープの型の中に筆でのり水をつけます。のり水の作り方は 180cc の水に1滴ミラクルグルー化学のりを入れてください。では、本編の手順5番をご覧ください。まず、金色のマイカ合成雲母をふるいを使って振りかけます。はみ出してしまった金色のマイカ合成雲母を筆を使って拭き取ります。ただ、マイカがこびりついていて完全には拭き取れません。また、型の中の金色のマイカ合成雲母の厚みが均等になるように筆を使って揃えます。3M のマスキングテープを作品からそっと剥がします。
次に銀色のマイカ合成雲母作品全体にふるいを使って振りかけます。しっかりと完全に乾燥させます。780度、目安2分燃焼し、2時間除熱させます。焼成でマイカ合成雲母がしっかりとガラスにつきました。では、本編の手順6番をご覧ください。今回はのり水の霧吹きは使いません。特銀よ白助 S300。きれいに洗って乾燥させた釉薬をふるいを使って振りかけます。さあ、これを焼成するとどうなるのでしょう。この後、素敵なことが起きます。780度、目安2分燃焼し、1日除熱させます。素敵なこととは、マイカ合成雲母の背景にマジックアワーが姿を現すようになったことです。特銀よ白助 S300 を振りかけて焼成したことで、マイカ合成雲母が少しガラス内に沈み、マジックアワーが姿を現しました。では、本編の手順7番をご覧ください。作品にヤスリをかけて外縁の銅が露出した部分を整えます。はじめに、ミスターラプロスハッシュ2400番で整えます。次にミスターラプロスハッシュ8000番で整えます。
だいたい半日から1日かけてヤスリをかけ続けます。作品をきれいに洗ってしっかりと乾燥させ、トップコートを塗ります。トップコートはアサヒペン、鉄ブ用、クリアコート、ツヤありを使用しています。トップコートで縁側の露出銅板を保護していますので、酸化を遅らせます。トップコートは1日乾燥させます。最後に取り付け金具を接着したら完成です。接着剤は1日乾燥させます。
冒頭でお話しした息を潜めていた朝日の輝き。身につけた状態では太陽の光を浴びてマジックアワーの鮮やかな色合いが美しく引き立ちます。しかし、身につける方がこのネックレスをそっと太陽にかざした瞬間、空にはまだ星の輝きが瞬き、海を鮮やかに染める一粒の朝日が、優しくきらめく光を放ち、その姿を表します。作品に興味をお持ちの方は、メルカリの検索欄で、ハッシュタグバッテン七宝焼きを検索ください。また、YouTube に登録いただくことで、気軽にご覧いただけます。お疲れ様でした。ありがとうございました。